房州の海岸に一人の若い漁師が住んでいた。ある日、その漁師の女房が赤ん坊の森をしながら夕飯の支度をしていると、表へどこからともなく薄汚い坊主が来て、家の中をじろじろと覗き込んだ。女房はそれを見て、ご飯でももらいに来たのだろうと思って、早速握り飯をこしらえて持って行って、これをと言って差し出したが、坊主は横目でちらっと見たばかりで手を出さなかった。女房は優しかった。それではお足がいるだろうと思って、今度は銭を持って出て、それではこれをと言ったが、坊主はそれにも見向きもしなかった。女房は気味悪くなって、金を持ったまま後ずさりして、勝手の方へ引っ込んでいったが、怖くて背筋から水でもかけられたようにゾクゾクしてきたので、早く夫が帰ってくればと思いながら震えていた。そのうちに辺りがすっかり暗くなって、しけ模様になった海がすぐ家の前でざわざわと波を立て出した。坊主はと見ると、最初のところに突っ立ったまま身動きもしない。その影のような真っ暗い坊主の姿を見ると、女房はもういても立ってもいられないので、そっと裏口から隣へ逃げ出そうとした。と、そこへ周りの若い漁師たちがはしゃぎながら船から上がってきた。それと見て女房は駆け出していって、誰か来ておくれよと言って事情を話した。皆血の気の多い連中のことだから、そいつはけしからん。やっつけろと言って、坊主を取り囲んで散々に殴りつけ、倒れるところを引きずっていって、波打ち際へ投げ出した。間もなく夫の漁師が帰ってきたので、女房はその話をすると、漁師は何かしら気になると見えて、飯の後で磯へ出てみたが、そこには暗い海が白い牙をむいてたけり狂っているだけで、それらしいものは見えなかった。漁師はそれから間もなく寝たが、夜が更けていくに従って外はますます荒れ、ものすごい波の音が小さな漁師の家を揺り動かすように響いた。そして一時過ぎと思う頃、どこからともなく、おーい、おーいというような悲痛な呼び声が聞こえてきた。眠っていた漁師ははっとして目を開けた。悲痛な人声はまた聞こえてきた。あ、南船だ。漁師は飛び起きて、女房の止めるのも聞かず、裏口から飛び出して磯の方へ走った。と、すぐ目の前の岩の上に一人の坊主が突っ立っていた。それを見ると漁師は思わず、おい、何してるんだと言った。すると坊主はぐっしょりと濡れた衣の中から手を出して、黙ったままで漁師の家の方へ指をさした。なんだ。漁師が突っかかるようにすると、坊主はまた黙って家の方へ指をさした。漁師が不思議に思って振り返ったところで、自分の家の方から火のつくような赤ん坊の泣き声が聞こえ、それに混じって女房の悲鳴が聞こえてきた。漁師は夢中になって、何しやがると言って、いきなり坊主につかみかかろうとした。と、坊主は白い歯を見せてニタニタと笑ったが、そのまま海の中へ飛び込んで見えなくなった。そこで漁師は己の家へ駆け込んだ。家の中では女房が冷たくなった赤ん坊を膝にして、顔色を変え目を引きつっていた。